どうも皆さん、ハジです。今日はですね、このマッドモーターサイクルズヒルツ250のレバーを交換しにバイクショップへ向かっています。このバイクはですね、イギリスでカスタムされたバイクですので、レバーがちょっと遠いんですよね。で、僕は手がちょっと小さいので合わないから、このレバー交換の日をずっと待っていました。だいたいこの動画をご覧になられている方々っていうのはもうネットなどで検索されたと思うんですけど、何が知りたいかな。ヒルツ250の実際のところ説明省いて、タンク容量ですかね。タンク容量、ホームページ上じゃ何リットルって書いてるんだろう、12とかかと思うんですけど、大体でも10リットルぐらいしか入らないですかね。それにはまあ理由があるんですけど、それ忘れちゃったんで、ちょっとバイクショップでまた聞いてきますね。で、リッターが25キロぐらいなので、大体200キロから250キロ乗ったらガソリンを入れてる感じですかね。あとみんなが知らないようなことで言うと何があるかな。このバイクを購入する際に言われたのは、タンデムするのはちょっとおすすめしないとのことでした。もうほぼやるなぐらいの勢いのおすすめしないですね。なぜかというと、なんかリアフェンダーがタイヤにこするらしいです、多分ね。なので、タンデムとかを考えてる方々はあんまりおすすめできないのかなと思います。あと僕が大したことやってないんですけど、行ったそのカスタムでいうと、リアキャリアつけたのとサイドバックサポートをつけたくらいですかね。なんかサイドバックサポートは左側にしかつけてないんですけど、本当はそれ自体もあんまりおすすめしないって最初は言われました。サスペンションにとかに絡まるんかな、よくわかんないですけど、右側につけるとおそらくマフラーと干渉するって言われましたね。あと購入を検討されている方に言えることといえば、シートめっちゃかっこいいですけど、おそらくケツ痛いです、長時間乗ると。まだそんな遠出してないんで何とも言えないですけど、なんかめっちゃかっこいいなこれ。何これ。そう、おそらくちょっと痛くなるかなって、人にもよりますけど、基本的によく走るバイクだと思います。 250cc だからやっぱり維持費的なところでも安いのかな。大型バイクとか乗ったことないですけど、おそらくそうなんだと思います。やべえ、超気持ちいいやっぱ晴れるから気持ちいいよね。あとですね、今日僕が交換するレバーってユーカナヤさんの、フィレットレバースタンダードタイプなんですけど、そのままじゃつかないらしいんですよ。それでいちいち加工してもらって、でこのホルダーごとですね、今日は交換して、取り付けてもらう予定です。なのでちょっとレバーを交換されたい方は、参考になさってください。もう手小さい人はね、これだいぶ遠いと思います。レバーおすすめです、交換。ここか。めっちゃ回る。ここからまっすぐ行って左、店の裏側からか入るの。ここかな。到着しました。ほい、じゃあレバー交換しに行きます。元のレバーはこんな感じです。指一本でいけるんですか。軽いですか。すっごい軽い。めっちゃ軽そうですね触ってる感じ、
や、ありがとうございます。企画していただいたんでここにこう指あるじゃないですか、はい、こう当たっちゃうとやっぱ最後まで切り切れなくなっちゃうんで、ギアがちょっと入りづらくなったりとかするんで、はい、短くするんだったらば必ず4本の指で握っていただかないと、一足からニュートラルとかに入れるときにちょっと入りづらくなったりとか、結局ここが切り切れなくなっちゃうので、はい、そこはちょっと調整していただいて、わかりました。お好みで使っていただくような感じですね。はい、キャニスターっていう装置がついてて、はい、ガソリンのですね、気化した要は上に蒸発しているガソリンをこっちに逃がす装置がついてるんですけども、キャニスターに要はストローみたいな状態になっちゃってるんで、はい、上側に何もない状態でこう筒になっちゃってるから、はい、それ以上のガソリンの水位まで上がってくるとここから全部吸い込んでいっちゃうんですね。で、本来これをだから大気中に出さないっていう仕組みの中でこのキャニスターを通して外に排出するか、もしくは一緒にこうもう燃焼して燃やしてしまうっていうようなバルブがついてるんですけども、はい、そっちに流れ込んできちゃうと今度ガソリンがエンジンの方に多く供給されすぎちゃうのでエンジンがかからなくなったりとかつけづらくなったりとか、エンジンがかかっても黒煙吹いちゃってって要はガソリンがすごく濃い状態になっちゃうので、はい、ガソリンは、この一定のレベル1よりも上には入れないでくださいねっていう。わかりました。ありがとうございます。はい、そういうことです。はい、交換してきました。いやめっちゃ軽いわこれ。待って、こっち右行く、右。今交換してきたんですけどめちゃめちゃ軽い。まだブレーキ握ってないですけどめっちゃ軽い。これ絶対疲れないですよね、こんな軽いと。ちょっと感動だわこれ。本当におすすめします、このカスタムで。今日カスタムしていただいた、お店はですね、リリカというお店です。ここが馬込になるのかな。馬込にある、リリカというお店で交換していただきました。皆さんもねレバーの交換をご検討されているのであれば、リリカぜひおすすめします。これ紙カスタムだわマジで。新世界ですよ本当に。もうこれ握ってても全然苦じゃないもんで。あとタンクパッドも、つけてもらいました。不器用なんでちょっと絶対ずれるからつけてくださいって言って、個人的にはあった方がかっこいいかなって感じしたんでつけてます。でこれめっちゃ軽い。何回言うんや。あとですね、もう納車の時に1回説明していただいたのにわざわざもう1回ね、なぜ満タンまでガソリンを入れちゃいけないのかというところまで説明していただいて本当に親切ですよ。ありがとうございます。で今740キロ走ってるんですけど、250は最初の点検が、800キロの時に、最初の点検です。でその点検が終わったら次は3000キロずつだったかな確か。今740キロなんでまたすぐ店の方に行くことになりそうですね。本当これ握ってても苦じゃない。本当にめちゃめちゃいい。まだですねカスタムされてない方はこれ本当おすすめです。ぶっちゃけそのコンプリートカスタムで出ているバイクなので全然いじってないんですけど、今このマットモーターサイクルズ乗りでここはカスタムおすすめするよっていうのがありましたらちょっと教えていただけると助かります。もうこれで腕の疲れはほぼないんで、あとはケツ問題かな。ケツ問題だけ克服したら、ちょっと遠めのツーリングでも楽勝になってくるんじゃないかと思います。若干レバー交換後のミラーの揺れが激しくなったかもしれない。
若干ブレてるような感じがする。これはちょっと改善すべきかな。後で報告しておきます。で、ここ多摩川だ。綺麗。あれ、なんかめっちゃ人おる。見えないかな。今回が初の動画投稿となりますが、これからですね、いろいろヒルツに関する動画や、ツーリングの動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録の方をお願いします。あとですね、ヒルツ250を、購入したいと、検討中の方は何か聞きたいことございましたらレビューの方を残していただくと、分かる範囲でお答えしようと思います。それでは皆さんありがとうございました。さよなら。